どうも、こんにちは。いやー、誰にでもありますよね。心をぎゅーっと締め付けるような心配事。でも、ちょっと考えてみてほしいんですけど、その心配って全部が全部悪いものなんでしょうか？実はですね、私たちを未食してしまう不安と、逆に私たちを助けてくれる慎重さっていう、もう本当に紙一重で全く違う二つの心の状態があるんです。今回はこの境界線について、古くからの知恵をヒントに探っていきましょう。まずは、ちょっとご自身に問いかけてみてほしいんです。あなたが普段感じている心配とか思い煩い、これって神様の目から見たら全部同じなんでしょうか？答えはノー。実はそうじゃないんですよ。そうなんです。聖書を読んでいくと、未来に対する考え方について、これはダメだよっていう心の状態と、いやむしろこれは大事だよって推奨される心の状態、この二つの間にはっきりと一本の線が引かれているのがわかるんです。今回はこの境界線にぐっと焦点を当てていきます。これが見えるようになると、あなたの心、きっともっと軽くなるはずですよ。じゃあまずは一つ目。神様がそれはやめなさいと言っている方の不安についてですね。これ、聖書では分裂した心を持つ状態だって説明されてるんです。分裂した心、一体どういうことなんでしょうか？聖書の中で思い煩うなって言われるとき、元のギリシャ語はメリムナオーって言うんですけど、この言葉の語源が面白いんですよ。なんと、心が引き裂かれるとか分裂するっていう意味を持ってるんです。つまり、今ここにいる自分と、まだ起きてもいない恐ろしい未来を想像しちゃってる自分との間で、心がバラバラに引き裂かれちゃってる状態。これこそが不安の正体なんですね。これ、日常で経験しません？あの人、さっきあんなこと言ってたけど、もしかして私のこと嫌いなのかなみたいな、ほんの小さなきっかけから頭の中で勝手に最悪のストーリーがどんどん膨らんでいく。事実じゃない、ただの恐怖に心が支配されちゃう。まさにこの自動で放送しちゃう思考のスパイラルこそが、ここで言う不安ってわけなんです。このイエスの言葉、すごく鋭いですよね。この種の不安が、いかに無力で何も生み出さないかをバシッとついています。どれだけ心配したって、事態が良くなることなんて何一つない。それどころか、ただただ自分の心のすり減らしていくだけなんだよっていうことなんです。さてじゃあ今度は、これとは全く逆のポジティブな心の状態、慎重さについて見ていきましょう。これはね、思考を止めることじゃないんです。むしろ正しく考えること。ここに苦しい不安から抜け出すための大きなヒントが隠されています。一方で、慎重さを表すギリシャ語はフロニモスと言います。これは賢くて思慮分別がある状態のこと。さっきの恐怖に支配される受動的な状態とは違って、すごく能動的で知的な心の働きなんですよね。ここでめちゃくちゃ大事なポイントがあって、慎重さっていうのは、見て見ぬふりをするような根拠のない楽観的主義とは全然違うんです。ちゃんと現実を直視して、そこにある危険を認識した上で、じゃあどうしようかって賢く備えていくこと。これは聖書の箴言なんかでもすごく褒められている知恵の形なんですよ。この言葉がまさにそれを表していますよね。危険をちゃんと察知して、それに対して賢く対応するっていうのは、信仰がないからじゃない。むしろ、それこそが知恵の証なんだっていうことなんです。さて、ここからが一番実践的なパートです。じゃあ、自分の心の中で渦巻いているこの気持ちが、ダメな方の不安なのか、それとも OK な方の慎重さなのか、それを見分けるための3つのレンズ、つまり3つのチェックポイントを紹介します。これからお話しする3つのレンズは、実はたった2つの核になる問いから来ています。1つは、何があなたを動かしているのかっていう行動の原動力。そしてもう1つが、あなたは神様をどこに置いて考えているかっていう視点です。この2つの違いから生まれる具体的な見分け方を3つ見ていきましょう。まず最初のレンズは、恐怖か備えか。ペテロの手紙からの視点ですね。あなたは目の前の脅威に対してただただ怖がってパニックになっていますか？それとも冷静に状況を把握してよし備えようとしていますか？不安は私たちを恐怖で固まらせます。
でも、慎重さは私たちを冷静な警戒心と準備へと導いてくれるんです。2つ目のレンズ。あなたの心のフォーカスはどこに向かっていますか？自分にないもの、つまり自分の力不足とかどうにもできない無力さばっかりに目がいって打ちひしがれていませんか？それとも神様が共にいてくださるっていうあるものに目を向けて今自分にできる最善を尽くそうとしていますか？この焦点の違いがまさに決定的な分かれ道になります。そして最後のレンズ。これは伝道者の書からの知恵です。あなたは未来の結果を絶対にコントロールしようとして疲れ果てていませんか？こうならなきゃ嫌だっていう思いでかえって動けなくなっていませんか？それとも結果は神様の領域だと信頼して今日自分に与えられた役割を忠実に果たそうとしていますか？未来を支配しようとすると人は疲れ果てますけど、今日を忠実に生きることは私たちにもできるんです。さて、結論です。ここまで見てきた3つのレンズ、その根っこにある一番根本的な違いって一体何なのか、それを1枚の絵にまとめてはっきりさせていきましょう。この表が今回の話のすべてを要約してくれています。NG な方の不安っていうのは、結局のところ、神なきで物事を考えて、まだ起きてない想像上の悪い未来に焦点を合わせちゃうこと。その結果、心は臆病の霊に支配されて麻痺してしまう。一方で、OK な方の慎重さは、神と共にという視点で、目の前にある現実の課題をちゃんと直視する。だからこそ、それは注意深い歩み、つまり賢い行動へとつながっていくわけです。そう、ここでの一番のポイントは、これが単なる理屈じゃないってこと。あなたの頭の中で思考がぐるぐるとネガティブな方へ暴走し始めた、まさにその瞬間にあなたには選ぶことができるんです。どっちの道を行くのかっていう実践的な選択肢がいつだって目の前にあるんですよ。なので、この話の最後にもう一度あなた自身に問いかけてみてください。心が分裂してしまう不満の道か、それとも知恵ある慎重さの道か。今、この瞬間、あなたの心はどっちの方向を向いていますか？